どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。急遽ちょっとねお伝えしたいんですけども、私島田、霊感がなくてね、いつも霊感がある、霊が見える方のねお話なんかを羨ましく聞いている部分もあったんですけど、もしかしたら近々そういった力目覚めてしまうのかもしれませんというそんな話今日紹介したいと思うんですよ。今日のお話は怖い話というか、最近ちょっと自分に立て続けに起こった不思議なお話をですね、ちょっとぜひ聞いてほしいなってことで急遽撮影しております。よかったらね、今回の話はちょっとラジオ感覚で、島田の近況こんな感じだったんだぐらいにね聞いていただきたいと思うんです。以前からそういう力がある方にですね、何か立て続けに不思議なこととかシンクロニシティみたいなことが起こると、それは能力が開く前触れなんだよみたいなことを聞いたことがあったんですけども、つい先日ですね、本当にもう 2,3 週間ぐらい前なんですが、ちょっと長崎の方で泊まりのお仕事がありまして、その時にね、こんな立て続けにいろいろ起きるかっていう日があったんですよ。もしかしたら私島田、こういったねチャンネルもやらせていただいてますけどもね、そういった力開花するその前兆だったのかもしれないななんていうお話なんですね。その話がですね、長崎の方で、泊まりでですね、僕と、女性の共演者の方2人でという撮影があったんですね。なので朝羽田空港の方に車で行きまして、駐車場に車を止めて、で結構早かったんで、これあんまり詳しく言っちゃうとあれなんですけど、ターミナルはどっちか言いませんけど、なんとかターミナル1か2かどっちかの方でちょっとね朝ごはん食べようかなと思って、ちょっとレストラン街に行ったんですね。でそしたらあそこって真ん中に吹き抜けがあるんです。空港のね、羽田空港っていうのが。でその近くのレストランでご飯を食べてますと、もうねすごいね気のいい店長さんがいらっしゃって「島田さんいつもねチャンネル見てますよ」なんて「ありがとうございます」「島田さん知ってますか？ここの吹き抜けあるでしょ」みたいな「はい、吹き抜けなんだけど、ここよく見たら4階まであるんだけど1階から4階の吹き抜けじゃないでしょ」って言われるんですよ。確かに2階から4階までが吹き抜けになってるんですね。そうですね。これ何だか分かりますか？いや分かんないです。これ実はね、あんまりニュースにもなってないんですけども、何年か前に4階のところから人がバーンって飛び降りてしまって、でちょっとね大変な事故になってしまったことがあったんで、危ないということで1階からではなく2階からになってるんですよみたいな話をね、教えてくださったんですね。ありがとうございます。島田さんね、羽田空港ってあんまりニュースにはなってないけどもいろんな話実はあるんで、もしよかったらねご自身で調べてみると面白い発見あるかもしれませんよってことを急に、なかなかないんですけどもね、自分でいたらお話をしてくださるってことがあったんですね。なんか朝一で不思議な話聞いちゃったな、なんか不思議だったななんて思って、飛行機に乗るわけですよ。で、長崎の方に到着いたしまして、そこからですねスタッフさんと女性の共演者の方と、合流をして、ワゴンのね車で運転手さんに、現場がね佐世保の方だったんで、どれぐらいかかりますかね、1時間半ぐらいかかりますかね。長崎空港から佐世保の方にみんなで移動するってなったんですね。そしたらですね、運転手さんが「島田さんよかったらいいとこお連れしますよ」「何ですか？」喫茶店なんですよ。喫茶店？いや行く途中にねちょっと寄れるんでぜひねちょっとお連れしますよ。どこですか？って聞いたらアンデルセンと言ったんですね。でいいんですか？っていう、もう皆さんこのアンデルセン、長崎のね喫茶店アンデルセンでピンとくる方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あそこ知る人ぞ知る不思議な場所なんですよね。4次元喫茶とか
超能力喫茶なんていうね呼び声もあるんですけども、そのマスターがちょっとこう不思議な力があるのか、本当にこうスプーンなんかをぐーっとこう曲げてしまうとかね、あとはなんかこう占い的なこととかそういう超能力的なことができて、結構お客さんなんかもね大人気で、そういったショーも見せてくれるという、もうねずーっと行きたかったって場所なんですよ。でね、この場所僕がなぜ行きたかったかっていうと、地元のねテレビ局のスタッフさんに聞いたんですけども、こういう場所なんでね、ある日ディレクターさん、カメラマンさん、照明さん3人で取材に行こうかって言ったらしいんですね。でその喫茶店着くと定休日だったらしいんですよ。今日休みか、じゃあまたね後日来ようかと思うと、その喫茶店の前に張り紙がしてあるんですね。何が書いてあったかと言いますと、〇〇さん、〇〇さん、〇〇さん、今日は休みですみません。この日はやってますのでこの日に来てくださいって書いてあるんですね。行くなんて一切言ってないのに、そこにいたディレクターさん、照明さん、カメラマンさん、その音声さんか、その3人の名前が〇〇さん、〇〇さん、〇〇さん、今日はすいませんって書いてあったっていう。だからそこのマスターはこの方たちが今日来るっていうことが分かってたんだっていうね、そういったお話も聞いてたんで、本当にいつか行ってみたい、でもなかなか行けないじゃないですかと思ってたら、偶然連れてきますよ、嬉しいですってことで連れてっていただいたんですね。でうわここかっていう写真も撮ったんでね、こういう入り口なんですけども、このアンデルセン到着できて見られて嬉しいなと思ってた時に、ちょっとねこの近くを歩いてると、その2軒3軒ぐらいね隣にポップアップという名前のお店があったんですね。でポップアップだ、こういうねお店なんですけども、写真撮りました。でその時思ったんですよ。ポップアップか、フジテレビでお昼やってる番組と同じ名前なんだなって思った瞬間に携帯がってなるんですね。見たらマネージャーさんから「島田さん何月何日ポップアップの出演が決まりました」という連絡が来たんですよ。マネージャーさんが頑張ってね営業をしてくださってる賜物なんですけども、ただねポップアップだっていうお店発見した瞬間にそのメールが来る LINE が来るって、ちょっとね僕もびっくりしたんですね。なんかちょっと朝から今日は不思議というか、なんか変な日だななんて思ってたんですね。でそこから笹場の方に向かうんですが、途中にハウステンボスの前を通ったんですよ。遊園地もあってねテーマパークもあってて有名な場所ですけども、でその時に女性の共演者の方が「ハウステンボスっていうとねちょっと聞いてほしい話があるんです」って急にこう話し出しまして「何ですか?」って聞いたら、あそこってバーベキューとかできるっていうスペースもあるんですね。でキャンプ場みたいな場所もあってコテージもあって、そこで家族連れなんかが泊まれるって場所もあるんですって。で私たちね、以前ここにね何組かの家族で泊まったんですよ。でその時にある一人のですね、奥さんがなんか小さな男の子が見えるって言うんです。でそれが坊主頭で、いわゆるこの現代というよりもやっぱりこう昭和初期ぐらいの男の子が見えるっていう。でみんな周り見えてないから「何言ってんの？気のせいかな」なんていうことがあったらしいんですよ。でこの方たちみんなね京都に住んでる方で、その後京都に帰るとその奥さん自分の家の玄関にその男の子が座ってるんですって、体育座りで。うわやっぱり幽霊だったんだ、しかも連れて帰ってきちゃったんだと思うんですね。どうしようどうしようって思った時にバーンってダイレクトになぜかシベリアっていう文字が浮かんだんですって。これ意味わかんないんですけどね、シベリア寒い場所よくわかんない、何でも考えてもわからないんですよ。どういうことなんだろうなと思ってネットでシベリアって検索するとすぐね有名なお菓子が出てきたらしいんですね。和菓子というかちょっとカステラっぽい生地で、これ大正時代からねある有名なお菓子なんですけど、このことだって直感的に分かったらしいんですね。男の子というのはかなり古い年代昔の男の子だった。もしかしたらこのシベリアというお菓子が食べたいんじゃないか。ただねすぐには手に入らないんで、京都なので近くの和菓子屋さんでそのシベリアに似たようなお菓子を買ってきてお供えをしたところ、その男の子スーって消えたんですよみたいな、そんな話されるわけですね。でそうなんですか。だからもうね朝からいろんな話を聞けたりとかして、予期せぬ、不思議な体験が聞けたりとか、そういう話が続いてたんですね。で実際じゃあホテルに到着しました。佐世保のホテルです。でホテルにチェックインをして、で夜ですね
じゃあ近くなんかご飯おいしい場所あるのかなってことでそのホテルの名前を検索するとすぐにですねもうその後幽霊とか事件とか殺人って出てくるんですよ。って見てこう口コミ見てると「いやこのホテル朝までラップ音が鳴りやみませんでした」とか「いやちょっと幽霊現象が多発してるホテルです」とか「以前事件がありました」みたいな場所のホテルだったんですね。いや僕もねいろんなこうロケ行きましたけど実際そういうホテル泊まったのが初めてだったんで、まずね部屋入ったらすぐこう額縁確認したりとかしちゃったんですけども、なんかねもう一日通してなんかそんなことから始まり最後がそういうホテルだったっていう、これも全部偶然なんですけどもちょっと不思議なことが起こったなという日にちだったんですね。で仕事は無事終わりまして翌日羽田空港の方に帰ってくるんです。夜11時ぐらいの飛行機ですかね。だから結構暗い時間で遅くなっちゃった早く帰ろうと思ってで2階にね車を止めてたんでじゃあちょっとね車乗り込んでね帰ろうかなと思うとあれここ止めたよなって場所に車止まってないんですよ。あれおかしいなこれ止めあれでも2階全部探してもう夜遅いからね早く帰りたい中もうね夏だしもう汗だくになって探しても全く見つからないんですよ。でやばいやばいこれもしかして車盗難にあったかとかって思ってでも30分近く探してもやっぱないんですよね。もしかして3階もちろんないんですよ。4階ないんです。で結果5階にあったんですね。だから単純にこれは僕の疲れすぎとかただの勘違いなんですけど、初めてね自分が止めてた場所が分かんなくなっちゃって、勘違いで違う自分が思ってた場所と違うところで車が発見されて本当ただの勘違いなんですけどこれも初めての経験だったんですね。でも自分的に言うともうその前日のね朝からそんなことがこうあってなんか不思議な話も聞いてホテルもああいうホテルでっていうねことがあったのでなんかこれも含めてなんかちょっと自分的にはワクワクするようななんかちょっとすごいいろんなことが起きたなという、そんな時間が過ごせたので最初言いました何か不思議なこととかが多発して起きるっていうのは自分自身能力が開花するそういう合図なんだってことを思い出したんですね。だから私近々霊が見えましたというね、そんな発表をここでするかもしれませんので皆さんよかったらですね楽しみにしておいていただきたいと思います。そして皆さんもね日々生活している中であれなんでこんな立て続けに起きるんだろうっていうのは何かのサインかもしれませんからね、そういう時にはいつも以上にね注意深く、生活をしていただいてまた何かありましたらねこちらのチャンネルの方コメント欄でもね、送っていただけたらと思います。というわけで今回すいません本当なんかただの自分の近況みたいな全然怪談という話にもならなかったかもしれませんけどもね、聞いていただきました。また皆さん、またすごい数50万人というね、数も登録者数ですね、突破しましてすごくねみんなでこう感謝しております。今後とも頑張っていきますのでぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。というわけで島田秀平のお怪談巡りでした。